はい、皆様、本日はコンプライアンスリーダーシップフォーラムにご参加いただき、本当にありがとうございます。お忙しい中、お時間を割いていただき、心より感謝申し上げます。本日は日本、全米各地、その他の国から63名が登録してくださいました。ありがとうございます。で、こちらのフォーラムは、今やりましたように録画しており、後日、スピーカーごとに録画を掲載させていただきますので、おなじみの方が、皆さんなんですけども、おっしゃってくださいませ。それでは構成としましては、私のこのご挨拶の後に、私のプレゼンテーションが続き、その後、パシフィックドリームズの酒井さんのプレゼントになります。で、その後は、4人の英語コーチを2つのルームで、ご紹介いたします。それぞれ、駐在向けの英語コーチ、から発音のコーチ、駐在の奥様向けの英語コーチ、そして英語でのプレゼンコーチと、駐在の方に、必須の内容になってますので、ぜひこちらもご覧になってください。で、その後は皆様にメインルームに皆さん移っていただき、ミチキワールドワイドのモーガンのぞみさん、そしてウィービルディングの、ローラン・クリスカさんのプレゼントになります。参加していただいた方に特典を用意されている方もいるようですので、ぜひ最後までご覧ください。また、質問がある場合には、アンケート用紙をこちらのチャットに貼りますので、こちらのアンケート用紙からご記入いただければと思います。それでは、本題に入らせていただきます。現在、日系企業の間では、確実に研修への関心が高まっています。そこで、このフォーラムは、在米日系企業がどのような研修を取り入れるべきか、どのような研修が必要なのかを一緒に考える機会、として企画されました。こちらにとてもショッキングな数字をお見せいたします。2% 対 0.1%。とても小さな数字ですが、20倍の違いがありますね。これは何かというと、アメリカと日本の GDP に占める人材投資の割合です。アメリカは GDP の 2% を人材投資にかけてる。それに対して、日本はたったの 0.1% です。この差はすごく大きいと思いませんか？さらに、金額で比較すると、30兆円対5000億円。アメリカの人材投資額は、実に日本の60倍にもなります。この差が示すのは、単に金額の問題ではないですよね。人材投資への意識の違いだと思います。こちらはちょっと経緯をご説明します。1991年、日本の人材ピークを迎えました。しかしその後、バブル崩壊を得て急激に減少し、2015年にはピーク時のたったの 16% にまで縮小してしまったんです。一方、アメリカでは IT 革命やグローバル競争が進む中で、人材への投資が高いまま推移しています。特にデジタルスキルやリスキリングに注力していることが特徴になっています。もう一つ、ショッキングなグラフがあります。これは、研修を受けた人の1人当たりの研修費用の比較です。年間ですね。すべての従業員が研修を1年間に受けるわけではないので、ですから受けた人だけの研修の費用という形の数字です。日本は101ドル。これ2021年の数字ですね。で、アメリカは2020ドルという数字です。日本はなんと20分の1。研修しても1人に年間100ドルしかかけてないということになります。これでは子供たちが一生懸命受けている公文、1ヶ月しか受けられないという金額です。子供たちも一生懸命頑張ってるのに、親たちも頑張らなきゃいけませんよね。それでは、なぜ日本では人材投資が進まないのか。その背景には次のような理由があります。OJT 中心の文化。なので、外部研修や専門教育への投資が少ない。短期的視点である。あるいは人材投資をコストと考える。
なので、最初に削られてしまうのが人材投資です。ちょっと景気が悪くなると削られるのが人材投資。こういった中に、こうインベストメントの中に人材投資が入ってしまっているわけですね。で、これらが企業の成長を阻む要因となっています。OJT だけでは全く新しいスキルや仕事のやり方は入ってこないですよね。その前の人がやっていたことを次の人に教えるというのが OJT なので、それが全く新しいものを入れ込んで、で、それによってその仕事をどんどん進化させていこう。そういったところはあまり OJT には期待されていないと思います。それでは、アメリカはというと、アメリカでは人材は資本と捉えて、リーダーシップ育成や専門スキル開発に積極的な投資が行われています。そして皆さんもご存知の通り、AI が出てきてからのアップスキリング、リスキリングへの興味はものすごいものがあります。こういった状況の中で、もし日本がこのまま人材投資を怠っていったら、どんな状況が起こるでしょうか。これは本当にもう皆さん分かってるよっていう形かもしれないんですね。もうヒストリカルにこういった数字出てきちゃってます。でも、繰り返すと、労働生産性の低迷、国際競争力の低下、イノベーションの遅れ、組織のエンゲージメントの低下、そして企業ブランドの低下、弱体化という形につながってきてしまいます。本当にすでに起こりつつ問題ですね。でも、人材に投資して、その人たちが頑張ってくれれば、このような状況はひっくり返すことができるはずなんです。本音を言いますと、私たちがアメリカで働く中で、より直接的な影響も懸念されるからなんです。それは、日本企業が、本社が現地の子会社をパススルーして、本社戦略の中でアメリカ拠点を後回しにするという可能性が出てきます。例えば、最近、日本生命が AIG 傘下のコアブリッジファイナンシャルの株式を20%取得しました。このコアブリッジは、アメリカでトップクラスの資産運用実績を持つブラックロックなどの資産運用会社と提携してるんですね。で、一方で、日本生命もすでにアメリカ国内に資産運用の拠点を構えています。でも、この買収によって、日本生命の既存拠点がどうなるかを考えると、長期的にはブラックロックに頼めばいいなっていうような形で吸収されて閉鎖されていく、そういった可能性が高いのではないかと思います。私も実際、米系の証券会社に勤めてましたので、アメリカの資産運用会社のポートフォリオ運営の強さ、これはもうやはり日本人のポートフォリオマネージャーとは比べ物にならないほど、いろいろなリサーチ、あるいは IT を使って行われているわけです。これから真剣に人材への投資を進めないと、私たち自身の存在もパスされてしまう。そういった危険性があるのではないかと思っています。それでは、このフォーラムで得られるもの、ちょっと見にくいかもしれないんですが、これは AI に在米の日系企業に効果がある研修を聞いたときの答えをマインドマップ化したものです。黄色の枠がかかっているのが今回私たちが発表する内容です。リスキリング、アップスキリング。これは私が、e ラーニングのところでご説明します。そしてチームビルディング研修。これは3番目の、ミチキーさんの、モーガンのぞみさんが、いろいろお話をしてくれます。そしてコンプライアンス関連。こちらは、コンプライアンス、あるいは駐在前、駐在後の、駐在員研修。こちらはパシフィックドリームスの酒井さん。そして最後のローラ・クリスカさん。こちらは多様性、それからインクルージョン、こういった形で、どうやって日本人が、アメリカで非常にいい成績を残せるんだろうか。そういったことを話してくれます。こういった面々になります。特に
私と酒井さんが終わった後には4人の英語コーチが2つのルームに分かれて話をしますので、こちらは日本にいらっしゃるコーチさんたちなので、30分ずつビデオをいただいています。ですので、2つの、ルームでビデオを流して、でそれぞれ駐在員向けの英語、3ヶ月で、マスターできるという英語の野口さんから発音、で駐在の奥様向け英語、本当に駐在員の方で奥様がとてもやはり悩んでいらっしゃると、駐在員の方も、しっかりとお仕事できないという状況になってしまいますので、やはり奥様が、例えばスーパーマーケットに行ったり、あるいは学校でお子様の、先生に呼ばれたり、そういった時にどうやってコミュニケーションするか、そういったコツなどをお教えしている、コーチのプレゼンになります。で、それから、4番目は小沢さんの英語でのプレゼンについて、こういったところをお話ししてますので、お好きなトピックのあるルームに移って、プレゼンを聞いていただければと思います。そして、本日のセッションを通じて、御社の未来を堅固にする研修を見つけて、第一歩を踏み出していただければと思います。それでは、フォーラムをお楽しみください。この後、1時から私の、発表という形になりますので、よろしくお願いいたします。